こんにちは、グリプトです。またトランプ大統領の米国の関税動向が話題になってますけど、今回は日本の ETF の動向、そしてトレジャリー株の方でも大きな動きがありました。おそらく今後市場に影響する動きになっていくと思いますので、また取り上げていきたいと思います。本日の主なラインナップはこちらになってます。それでは本日のポジネガファンダー、チャートなどまとめて見ていきたいと思います。ビットコインは現在11万5000ドルあたり推移してます。発表された指標の方では、米各指標ありました。米 MBA 住宅ローン指数はですね、前回以上の結果で米ドル高要因で、他の石油在庫統計、米10年債入札は利回り高要因となってます。でまた米国の追加関税の動きもですね、当初は日本が関税 15% で話をまとめたという話でしたけど、今回米国の発表ではですね、追加で 15% 課税となってまして、ここも話が食い違っていることから、これもまた市場としてはざわついていますね。こちらも円安ドル高要因として捉えられるのかなと思います。でドル円は 147.2 円台維持となってまして、米株指数反発、ゴールド調整と、リスクオン傾向となっています。で仮想通貨関連株も総じて反発してますね。上位のサークル、コインベース、ストラテジーそれぞれ反発してます。であと他ではマイナーのアイレンが7月に 728BTC マイニング、またハッシュレートも 900X ハッシュを突破してまして、マラホールディングスを抜いて世界トップになったことが話題になっています。株価はプラス 11.37% と比較的強くなっています。あと他ではエリック・トランプ氏支援のアメリカンビットコインが9月にナスダック上場予定となってたり、あとはビットコイントレジャリーのビットブリッジが第3四半期以降にナスダック上場予定と、連日同様ですね、関連株の上場が注目されたりしてますね。あと日本株の方ではバックトがマルショホッタを買収したのも話題になってます。株式の 30% を取得して社名もビットコイン .jp に変更する予定と、企業方針としてはビットコインやその他のデジタル資産への投資を含める予定とされてるんで、これもトレジャリ関連になりそうですね。で株価は買収の話が出た時点で高騰してまして100円突破してます。時価総額は67億ですね。で昨日海外のメディアも取り上げてたんで、本日以降も続伸するのか注目です。であとこの展開になると、やっぱり既存のトレジャリが厳しくなりそうですよね。これね、田畑さんとコラボした時も少し話しましたけど、ビットコインとかね、その暗号資産買う企業って今後増える一方だと思うんで、そうなった時にですね、その今現在はまだ特別に見られてるメタプラネットとかも、他との差別化が難しくなると思います。時価総額もね、今回みたいにメタプラネットよりも100分の1クラスのものがどんどん出てくると思うんで、資金の分散にもつながりますし、今までメタプラネット株持ってた人もより見込みのあるところに入れたいでしょうから、メタプラネットの流出する要因にもなると。あとね、よく企業単体と、ビットコインだけの関係で、カルピスがね薄まる薄まらないとかいう話よく出てますけど、市場全体で見たら間違いなく希薄化は進んでるんで、なのでそのビットコイン買うだけじゃなくて、その会社として次の展開がないと、先行してたトレジャリー企業は競合が増えて、どんどん厳しくなるフェーズなのかなと思いますね。で昨日はメタプラネット900円台で耐えてましたけども、このねマルショー堀田の買収の件は無視できないと思うんで、本日耐えられるのか注目ですね。あと ETF 関連ではミシガン州の年金基金がアークのビットコイン ETF アーク B を30万株保有報告、前回の11万株から約3倍に増額していることが注目されています。であとは SBI がビットコインと XRP の ETF、また金と金を裏付けにした暗号資産の ETF を申請したことが話題になっています。でこちらも承認されれば日本初ということで注目されてますね。で XRP に関しては、また別でファンド出てますんで、この後のアルトのところでまた取り上げたいと思います。昨日の ETF は現時点ではプラス 0.4 億ドル相当、今のところは4日連続流出となってますね。香港はまだ更新なしとなってます。あとデリバティブ関連では、ビットコインとイーサの8月満期のオプション Y のプットが増えてきてるという報道が出てるんですけど、今見ると
そんなに目立った感じではないんですよね。逆にまだ12万ドルのコールが目立ってて、強気が多い印象あります。ビットコインの先物の方では、OI は全体でマイナス 1.11%、787億ドル相当。オーダーブックの状況としては、下は11万3000、上は11万5300あたりから目立つ状況となっています。今後の指標としては、本日、米中銀政策金利、米卸売在庫、8月8日にカナダの雇用統計、8月9日に中国の PPI、CPI などが控えています。昨日ですね、米指標ラッシュを終えた後の米株の動きに注目したいという話もしましたけど、指数も上がって、ビットコインも11万5000ドル回帰した展開となっています。個人的には若干楽観的になってもいいフェーズなのかなと思うんですけど、OI もまだ回復してないんで、まだ強気要素が少し足りない部分もあるのかなと思いますね。チャート的にはこの11万6000の抵抗を抜けると、11万9000の攻防が視野に入ると思いますけど、本日も20時に米中銀政策金利、21時以降に米指標を控えてますんで、それらの時間帯にもどのように動くのか注目ですね。そしてイーサーですね。イーサの価格は現在3680ドル、BTC 建ては 0.0319、先物の方では OI は全体でマイナス 1.15%、466億ドル相当、ETF は現時点ではプラス130万ドル相当、前日はまたプラスで終えてます。香港はまだ更新なしとなってますね。で、BTC 建てはレンジの 0.03 のサポートにつく前に反発してまして、短期の転換点に差し掛かろうとしている展開です。連日同じですけどもね、この 0.03 に抵抗を抜けると、また 0.035 の攻防が見えてくるんで、こちらも本日中に決着がつきそうではありますね。イーサが続伸できるのか注目です。あとその他の動向では、裁判関連の話題が多くなってますね。これも随分前から注目されてた、トルネードキャッシュのローマンストームが無認可送金の部分で有罪判決となってます。ただマネロンと制裁違反の部分に関しては、まだ判決が出てない状態ですね。この影響かトルネードキャッシュのトークンはマイナス 15% と急落してます。あとは FTX の資金返還訴訟に対して CZ が却下を要請しています。CZ 側の主張としては UAE に居住してるんで、米国法は適用外だと主張してますね。あとは韓国のカカオバンクがウォンダテステーブル市場への参入を計画。これも韓国政府の推進に乗っての動きなのかなと思いますけど、こちらの進捗にも注目ですね。あとアルト方面ではリップルが韓国の BDACS と提携、韓国で XRP の機関向け保管サービスを開始すると発表されています。あとはワールドが中国から警告を受けています。中国の国家安全省の声明では、交際データを収集する外国の企業が個人プライバシーと国家安全保障を脅かすと発表されています。アルトのチャート的には、全体的に調整から反発傾向となってますね。XRP も、3ドルの節目の転換点付近となっています。こちらも上抜けして再度 3.6 ドル攻防に迎えるのか注目ですね。あとワールドは、今のところ特に影響なく、こちらも反発してますね。抵抗を抜けて再度1ドルの攻防となっています。中国からの警告、かなりねネガティブなファンダかなと思ったんですけど、こちらも再度1ドル突破できるのか注目ですね。今日はこのとこですかね。SBI の ETF に、トレジャリーと、良くも悪くも、個人的にはねかなり大きいファンダが立て続けに出たなという印象だったんですけど、今のところねあんまり市場には影響してないようにも見えます。こちらも時間差で反応あるのか注目ですね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。